皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。日本語を勉強している皆さんと一緒に、今日も日本の文化について楽しく学んでいきたいと思います。さて、今日のテーマは日本のバレンタイン文化です。2月14日はバレンタインデーですね。皆さんはバレンタインデーにどんなことをしますか？国によって習慣が違うので、バレンタインの過ごし方もいろいろですよね。日本には日本ならではのバレンタイン文化があります。今日はその特徴やバレンタインの種類について詳しくお話ししていきます。バレンタインデーは毎年2月14日です。世界では恋人たちの日として知られていますよね。でも日本のバレンタインはちょっと違います。それは女性が男性にチョコレートを贈る日だということです。皆さんの国ではどうですか？男性が女性にプレゼントをする国もありますし、お互いに贈り合う国もありますよね。日本では女性が好きな人やお世話になっている人にチョコを渡すのが一般的なんです。なぜでしょうか？実は日本のバレンタイン文化は1950年代にお菓子会社が広めたものなんです。チョコレートを売るために女性が男性にチョコを渡そうというキャンペーンをしました。それが今のバレンタイン文化の始まりです。でも最近は少しずつ変わってきています。さて、日本のバレンタインのチョコにはいくつか種類があります。どんな種類があるのか紹介していきますね。まず、義理チョコです。義理というのは人の付き合いや社会的な習慣という意味があります。つまり本当の恋愛感情があるわけではなく、お世話になっている人に感謝の気持ちを込めて渡すチョコのことです。例えば会社の上司や同僚、男友達や先生などに渡すことが多いです。会社では女性社員が職場の男性社員に義理チョコを配ることもあります。でも最近は義理チョコは必要ない義理チョコをなくそうという考えも増えてきました。なぜなら女性がチョコを用意するのが大変、男性がお返しをしなきゃいけないのが大変と思うことがあるからです。次は本命チョコです。本命というのは一番大切な人という意味です。つまり本当に好きな人に渡す特別なチョコのことですね。好きな人にチョコを渡して告白する人もいます。手作りのチョコを作る人も多いですね。皆さんはチョコをもらったらどう思いますか？ドキドキしますよね。そして何より嬉しいですね。バレンタインは告白のチャンスでもあるんです。友チョコも人気です。これは友達にあげるチョコのことです。特に女の子同士でチョコを交換することが多いです。私も学生の頃、友達とチョコを交換していました。バレンタインの時期はたくさんチョコを食べるので太ってしまいました。でも美味しいから幸せですね。そして最近とても増えているのが自分チョコです。バレンタインは美味しいチョコレートがたくさん売られる時期なので、せっかくだから自分のためにちょっと高級なチョコを買おうという人が増えています。たまには自分にお疲れ様と言っ
ってご褒美チョコを食べるのもいいですね。さて、先ほど日本では女性が男性にチョコを渡すと言いましたが、最近は逆のパターンも増えています。それが逆チョコです。逆というのは反対という意味ですね。つまり男性から女性にチョコを渡すバレンタインのことです。もともと日本ではバレンタインイコール女性から男性へという習慣でしたが、最近は少しずつ変わってきています。特に好きな女性にアプローチしたい男性や、いつもありがとうという感謝の気持ちを伝えたい人が逆チョコを渡すことが増えています。とはいえ逆チョコはまだそこまで一般的ではありません。でも最近はバレンタインはカップルがお互いにプレゼントを贈る日という考え方も広がってきました。そのため逆チョコを渡す人も少しずつ増えてきています。ところでバレンタインのチョコレートは皆さんどこで買っていますか？バレンタインのチョコはお店で買うこともできますし、自分で作ることもできます。デパートやショッピングモールにはバレンタインの時期だけの特別なチョコレートコーナーができます。人気のお店では長い行列ができることもありますよ。私も最近チョコレートを買いに行きましたが、お店にはたくさんの人がいました。また手作りする人も多いです。特に本命チョコは手作りする人が多いですね。溶かしたチョコを型に流し込んで固めたり、クッキーやケーキを焼いたりすることもあります。皆さんはバレンタインにどんな思い出がありますか？学生時代のバレンタインはドキドキするイベントの一つですね。例えば、学校のロッカーや机の中にこっそりチョコを入れるなんてこともあります。日本のドラマやアニメ、漫画によく出てきますね。でも勇気が出せなくて名前を書かずに渡すことも。相手が気づいてくれるかドキドキしながら待つのも青春の思い出ですね。皆さんの国のバレンタインはどんな感じですか？バレンタインはチョコレートを渡すだけの日ではありません。大切なのは感謝の気持ちを伝えることです。お世話になっている人にありがとうの気持ちを伝えてみるのも素敵です。また、バレンタインは自分を大切にする日でもあります。自分へのご褒美としてちょっと高級なチョコを買って美味しく食べるのもいいですね。さて、日本にはバレンタインデーのお返しをする日があります。それはホワイトデーです。3月14日にバレンタインデーにもらったチョコのお返しをします。バレンタインにチョコをもらった男性が女性にお返しをします。お返しにはキャンディーやクッキー、マシュマロが人気です。最近はアクセサリーやおしゃれな雑貨をプレゼントする人もいますね。今日は日本のバレンタイン文化についてお話ししました。皆さんの国ではバレンタインにどんなことをしますか？コメントやメッセージで教えてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。
皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。日本語を勉強している皆さんと一緒に、今日も日本の文化について楽しく学んでいきたいと思います。さて、今日のテーマは日本のバレンタイン文化です。2月14日はバレンタインデーですね。皆さんはバレンタインデーにどんなことをしますか？国によって習慣が違うので、バレンタインの過ごし方もいろいろですよね。日本には日本ならではのバレンタイン文化があります。今日はその特徴やバレンタインの種類について詳しくお話ししていきます。バレンタインデーは毎年2月14日です。世界では恋人たちの日として知られていますよね。でも日本のバレンタインはちょっと違います。それは女性が男性にチョコレートを贈る日だということです。皆さんの国ではどうですか？男性が女性にプレゼントをする国もありますし、お互いに贈り合う国もありますよね。日本では女性が好きな人やお世話になっている人にチョコを渡すのが一般的なんです。なぜでしょうか？実は日本のバレンタイン文化は1950年代にお菓子会社が広めたものなんです。チョコレートを売るために女性が男性にチョコを渡そうというキャンペーンをしました。それが今のバレンタイン文化の始まりです。でも最近は少しずつ変わってきています。さて、日本のバレンタインのチョコにはいくつか種類があります。どんな種類があるのか紹介していきますね。まず、義理チョコです。義理というのは人の付き合いや社会的な習慣という意味があります。つまり本当の恋愛感情があるわけではなく、お世話になっている人に感謝の気持ちを込めて渡すチョコのことです。例えば会社の上司や同僚、男友達や先生などに渡すことが多いです。会社では女性社員が職場の男性社員に義理チョコを配ることもあります。でも最近は義理チョコは必要ない、義理チョコをなくそうという考えも増えてきました。なぜなら女性がチョコを用意するのが大変、男性がお返しをしなきゃいけないのが大変と思うことがあるからです。次は本命チョコです。本命というのは一番大切な人という意味です。つまり本当に好きな人に渡す特別なチョコのことですね。好きな人にチョコを渡して告白する人もいます。手作りのチョコを作る人も多いですね。皆さんはチョコをもらったらどう思いますか？ドキドキしますよね。そして何より嬉しいですね。バレンタインは告白のチャンスでもあるんです。友チョコも人気です。これは友達にあげるチョコのことです。特に女の子同士でチョコを交換することが多いです。私も学生の頃、友達とチョコを交換していました。バレンタインの時期はたくさんチョコを食べるので太ってしまいました。でも美味しいから幸せですね。そして最近とても増えているのが自分チョコです。バレンタインは美味しいチョコレートがたくさん売られる時期なので、せっかくだから自分のためにちょっと高級なチョコを買おうという人が増えています。たまには自分にお疲れ様と言っ
ってご褒美チョコを食べるのもいいですね。さて、先ほど日本では女性が男性にチョコを渡すと言いましたが、最近は逆のパターンも増えています。それが逆チョコです。逆というのは反対という意味ですね。つまり男性から女性にチョコを渡すバレンタインのことです。もともと日本ではバレンタインイコール女性から男性へという習慣でしたが、最近は少しずつ変わってきています。特に好きな女性にアプローチしたい男性や、いつもありがとうという感謝の気持ちを伝えたい人が逆チョコを渡すことが増えています。とはいえ逆チョコはまだそこまで一般的ではありません。でも最近はバレンタインはカップルがお互いにプレゼントを贈る日という考え方も広がってきました。そのため逆チョコを渡す人も少しずつ増えてきています。ところでバレンタインのチョコレートは皆さんどこで買っていますか？バレンタインのチョコはお店で買うこともできますし、自分で作ることもできます。デパートやショッピングモールにはバレンタインの時期だけの特別なチョコレートコーナーができます。人気のお店では長い行列ができることもありますよ。私も最近チョコレートを買いに行きましたが、お店にはたくさんの人がいました。また手作りする人も多いです。特に本命チョコは手作りする人が多いですね。溶かしたチョコを型に流し込んで固めたり、クッキーやケーキを焼いたりすることもあります。皆さんはバレンタインにどんな思い出がありますか？学生時代のバレンタインはドキドキするイベントの一つですね。例えば学校のロッカーや机の中にこっそりチョコを入れるなんてこともあります。日本のドラマやアニメ、漫画によく出てきますね。でも勇気が出せなくて名前を書かずに渡すことも。相手が気づいてくれるかドキドキしながら待つのも青春の思い出ですね。皆さんの国のバレンタインはどんな感じですか？バレンタインはチョコレートを渡すだけの日ではありません。大切なのは感謝の気持ちを伝えることです。お世話になっている人にありがとうの気持ちを伝えてみるのも素敵です。また、バレンタインは自分を大切にする日でもあります。自分へのご褒美としてちょっと高級なチョコを買って美味しく食べるのもいいですね。さて、日本にはバレンタインデーのお返しをする日があります。それはホワイトデーです。3月14日にバレンタインデーにもらったチョコのお返しをします。バレンタインにチョコをもらった男性が女性にお返しをします。お返しにはキャンディーやクッキー、マシュマロが人気です。最近はアクセサリーやおしゃれな雑貨をプレゼントする人もいますね。今日は日本のバレンタイン文化についてお話ししました。皆さんの国ではバレンタインにどんなことをしますか？コメントやメッセージで教えてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。